にちは。今回は早々のフリーレン第31話への視聴者の反応をご紹介します。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひ最後までお楽しみください。ほんとこのパーティスタルク大事やな。足湯マニア歓喜。足湯でも全部脱ぐのがマナーだろ。今回の作がすごくいいぞ。フリーレン名物。原作だと1コマ。だいぶアレンジしたな。よくあそこまで膨らませたな。スタッフ言うの。想像力が必要な仕事だ。フリーレンの泣くシーンめっちゃ盛られてるやん。3日どころか6、7日あのテンションで泣いてたらホラーすぎる。他の女とデートの下見はちょっと。おばあちゃんとだからセーフ。B パートのフリーレンいつもと違いすぎない。可愛いけど。スタルクはデリカシーねって言ってるけど、結構気を使っていると思うよ。女と付き合う経験が乏しいだけだよな。村人にはすぐ人気になるし。フリーレンとデートじゃん。今回は原作からかなり話を膨らませたな。今回はお前らデートの経験はそれ以上いけない。もうちょっとこう手加減というか、なんというか。サインカウントされてて草。話を盛りまくっとるな。こういう回で続くの珍しいな。デート前にドキドキしてるんかね。デートでまたぐのかよ。すげえほのぼのとした回だったな。今日はデート戦の回。下着買いに行かないと。次回デート編。おい終わったデート前でまるまる1ワイチャコラ見せていただけるんですか。シタフェルデートはお預けかーい。デートまで行かなかった。割と好きな回。続くの。たまにはこういう話もいいな。フリーレンにしては珍しい弾き方。フリーレン名物。原作だと1コマの戦闘。スタッフ頑張ったな。ほぼほぼ原作通りだ。本当にバトル描写に興味ないんだな作者。膨らませすぎだ。おとりしてまで頑張ったのはアニメの監督か脚本家のせいと。細かんわよね。めっちゃはしょったのか。原作の戦闘は毎回ほぼ数コマで終わる。でスタルクが毎回同じようなポーズしてる。作画担当がアクション描けないから。すごい。本当アニメスタッフ頑張ってるな。原作のモンスターは強そうに見えないんだよな。戦闘なんてほとんど意味ないからな。入浴してるじゃねえか。やったで。黒来た。フェルンは温泉とのコラボ来た。若い。1000歳超え。お嬢ちゃん1000歳以上。ヘルンちゃんの入浴シーンはおいもっと見せろ。もう終わりかよ。ゆるキャンかな。こんなエッチなのこの時間に流して大丈夫か。街の作りが草津温泉まんまだな。聖地巡礼に来るをたふえるな。どう見ても草津温泉。裸でみんなで温泉入るのは世界で日本人だけなんだっけ。欧米では入るとしても水着着て温水プールとして遊びに入る。構ってください。かわうわめんどくさい。おらデートに誘えや。めんどくせえ。もう付き合っちゃうよ。シタルクってば。もう付き合っちゃいよ。どうも好きになれんわフェルン。むしろ大好き。太くない。のしかかりで死んだな。アイスバーあるんだこの世界。ガリガリ君来た。アイスチャンネルある世界なんだ。またお前らがザインになってしまう。もう付き合っちゃえよ。ガリガリ君があるファンタジー世界。ガリガリ君。顔。泣く時だけ声がでけえフリーレン様。勇者品メルでさえ恐れおののいた。ダダっ子か。アーニャが憑依しているやん。今日のフリーレンかわいいな。めんどくせえな。暴れ回るよりまだいいかな。何それ怖い。置いてっちゃえよ。やべえやつやんか。デート来週かよ。なんか全然話が進まなくね。進んだら話持たないので。もう終わりかよ。あっという間に終わった。デートは次回か。まさかのには連続かよ。フリー連名物原作だと1コマ。またかよ。頑張れば1話にまとめられたけどフリーレンの雰囲気が崩れる。30分が永遠とも思えるアニメもあるのに。各局の中で今季一番面白い漫画だわ。マハトまでのつなぎだからか。かなりゆっくりだな。
何事もなく次の街に移動しかねないのがこのアニメ。デートは来週か。楽しみだな。序盤は毎回まったりしすぎだろ。デートしようでいきなりデートまで行ってくれ。5分で済むだろ。これだけ引き伸ばすと黄金鏡編って前でワンクール終わりそうじゃね。やはり劇場版か。間違いなく黄金鏡は映画。こんなに表情豊かなフェルンも久しぶりやね。フェルンも大概失礼。気心が知れ大成ってフリーレンやったりヒンメルのことが好きだったのか。フリーレン正直こういう回だけでいい派だから一番楽しいわ。ザインが戻れば完璧なんやがな。でもまだアニメが続くなら後々はユーベルとメガネくんがコンビでイチャイチャ戦う話多くなるから見てられるで。デートで1話またぐんか。黄金鏡絶対にやらないのわかる。どうせ映画だろう。映画か、よくて分割にクールか。春日の消失の時みたいなこと言われててくさ。引っ張るんか。ほんと原作2話分ずつしか消化しないんやな。今回のフリーレン10話しかないからな。フリーレンってどっちかというとこういう話メインやったはずやのに、なんか対策扱いされてるからかわいそう。フッ素不評だった試験編がなぜかアニメで受けたからな。原作からファンのやつとアニメから入ったやつでは求めてるものが違うんよな。三つ編みフリーレンカットかよ。それは次回や。フェルンがフリーレンにデートの話したら塩対応されてブチギレて三つ編みにする展開やったのに。風呂に噛みつけると叩かれるからね。ほのぼの回の方が頭空っぽで見れる。入浴シーン多いな。今日はサービス会か。なんでフェルンの温泉シーンがないんだよ。早々のフリーレンにサービスシーン求めとるのなんてファンの1割くらいしかおらんやろ。いやフェルンには求めてるやろ。フリーレンはいらんねん。風呂シーンがあるアニメいろいろ見てきたけど最高齢更新したと思う。日本じゃないんだから私有はやめてほしかった。足湯、世界中の男ががっかりしたんだろうな。人へ向かう途中の劇版が良かった。1週間もお風呂に入らなかったらクサクサになっちゃうけど、やっぱり魔法でなんとかしちゃうのかな。不臭のフリーレン。フェルンのお風呂があるとすればデートの後か。フリーレンと女子トークしてほしい。なぜ崖の上り下りで空を飛ぶ魔法を使わないのか。ほんとイライラする。それ言ったらエンデまで飛んでいけばいいな。一期もそうだったが、飛行魔法は魔力消費が激しいからなるべく使わないようにしてるのかと。飛行魔法は魔力を使うから魔物に察知されやすくなるとかじゃ。ドラゴンボールの武空術みたいにできて当然の省エネ魔法じゃないからな。万が一魔力すっからかんで快適したら死ぬもんな。そのくらいの用心はしてそうだ。フリーレンが頭にタオルを巻いてるの初めて見た。アイス食っていて可愛かったわ。ガリガリ君食ってるフリーレン好き。 B パートのフリーレン妙に表情豊かだったな。風呂上がり可愛かった。ババアだけど。なんか今回おばあちゃんがやたらと愉快じゃなかったか。フリーレンは感性が乏しい。バイハイター。まあ急に赤ちゃんになるって考えたら一周回って乏しいかもしれない。フリーレン普段はローテンションのくせにあんな泣きわめくのかよ。アイス食べてるとこ可愛かった。ミミックに頭突っ込んでる時もあんなもんだし、そのギャップがフリーレンの特徴なんだろう。確かに可愛かった。3日未満。エルフ感覚なら30分くらいか。当時フリーレンが泣きわめいた理由は何なんだろう。同じ理由なのか、そんなキャラなのか。タオル頭に巻いてアイス食べてるフリーレンはなんか現代っ子みたいだった。フェルンより先にフリーレンお姉さんとデートすることになったが大丈夫か。フリーレンとデートしてフェルンともデートする男。おばあちゃんとデート。まず胃袋をつかめ。フェルンはとりあえず食わせとけばいいから。お腹がすくと機嫌が悪くなる女。いちごパフェうまそうすぎた。夜中なのにうまそうなもんばかり食いやがって。この世界飯の文明だけ発達してていいな。フリーレンママちゃんと娘のこと理解してるやん。おばあちゃんじゃなくておじいちゃんの功績だった。やっぱりすごいなこのおじいちゃん。生臭坊主ここで株上げてくるとは。大切なことはみんなハイターが教えてくれた。今回はアイゼンだったりハイターだったりヒンメルだったりよく出てくるな。アイゼンが見たいものを見たかったシュタルク。ハイターにフェルンの好みを聞いてたフリーレン。フェルンの好みを決して忘れないフリーレン。
つまり親会だぞ。通過スタルクが一生懸命考えたデートコースならフェルン喜ぶんじゃねえかな。フリーレンのことをもみ一回ババア呼ばわりしても許されているスタルクは奇跡の人なのですね。にしても3人揃ってデートの意味を理解していないのな。そういう幸せなボケ大好き。もう付き合っちゃえよ。早く子作りしちゃえばいいのに。なんというか気ままな猫みたいな面倒くささがあるなフェルン。表面的にはああだけど、フェルンの方からシュタルクに寄り添い始めてるのは良い感じだね。こんなところできるのかよ。2人のデートがどうなるかすごく気になるのに。区切る箇所をまんまと変えてきたか。原作ではデート当日の朝までは今回の話で以降は次回。アニメではデートの一日をひとまとめにするんだな。肝心なデートの描写はねえのかよ。デート当日は10回しかないのにだいぶ大胆に尺使うの。原作でもデート会はした準備。今回閉じせんへんのには構成だったので原作通りです。2期は10話前後しかないから、マジで終始シュタルクがヒロインしてる。これはアニオリでがっつりデート描写する気か。アニメスタッフはフェルシュタ好きすぎる疑惑。フリーレンスタッフは有能なのはここまでしっかり実績積んで信頼あるから、来週も楽しみじゃ。デート会本当に好きな話だから、この調子で描写持ってくれそうで楽しみ。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたらコメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。